もしもさっきまで気さくに話していた相手が殺人犯だったらあなたはどうしますか。遡ること29年前の1993年2月12日、今回の舞台はイギリス・リバプール。2歳の少年がショッピングセンターで母親と買い物をしている最中、誘拐される事件が発生しました。少年の名前はジェームス・バルガー君。ジェームス君は誘拐の2日後、ショッピングセンターから4キロ離れた地点で遺体となって発見されます。それもなんと胴体が真っ二つに引き裂かれた状態で、わずか2歳の少年をここまで残虐な手口で殺した犯人とは一体何者なのか。警察はすぐにその正体にたどり着きました。犯人がジェームス君の手を引いて犯行現場へ向かう途中に挨拶を交わした、談笑したなどという通行人がいたから。そう、誘拐時の目撃者数はなんと約40人もいたんです。2歳の少年を無残な姿で殺害した犯人。街行く多くの人が予想だにしなかったその犯人の正体とは。あまりに意外な犯人の事情を前に下された判断は国の擁護だったんです。おざす。鶏胸肉とブロッコリーばっか食べてる最近ケンちゃんです。牛肉も豚肉も食べてます。やみやみこです。本日皆様にご紹介するのは2歳の子供が殺されてしまったという残虐極まりない殺人事件についてなんです。2歳ってまだまだ赤ちゃんじゃないのよ。恨みとかあったわけじゃないでしょ。絶対理不尽な理由でしょ、これ。2歳だって覚えてないっすよね。覚えてない自分が2歳の時なんてね。何があって殺すのよ。普通に考えてね、絶対に許されることではないんですけど、今回はですね、犯人が抱えていたある事情によって思わぬ方向に動いていくんです。まずは事件の全貌から早速見ていきたいと思います。白昼の誘拐事件。遡ること29年前の1993年2月12日、今回の舞台はイギリス・リバプール。この町のショッピングセンターに2歳の少年ジェームズ・バルガー君が母親と一緒に買い物に来ていました。ちょっと待っててね。母親は精肉店で代金を払おうとジェームス君から一瞬目を離したんです。人混みに離れた犯人はこの瞬間を見逃しませんでした。ジェームスがいない。そう、母親が振り返った時にはジェームス君はその場から姿を消していたんです。慌てた母親はすぐさまショッピングセンターの警備員に相談しました。そして相談を受けた警備員が監視カメラを確認すると、2人組の犯人がジェームス君を連れ去る様子がはっきりと映し出されていたんです。驚くことにこの誘拐劇には目撃者が多数おり、中には犯人に声をかけた人もいたというんです。なんで誰も助けないのよ。こわもての男だったから話しかけられなかったとか。その真逆なんですよ。絶対にね、こんな人が誘拐してるわけないですよねっていう感じだったんで、誰もね、誘拐だって気づかなかったんです。通りすがりの目撃者はジェームス君が犯人に連れられ笑っているようだったと証言もしているんです。どういうこと？中には犯人が警察に迷子を届けに行くと話していたという目撃者も。そう、犯人たちはこの後凶悪な事件が起ころうとは予想もできない振る舞いをしていたんです。このようにしながらショッピングセンターを後にしたジェームス君と2人組の犯人。彼らはショッピングセンターから約 4km 離れた人気のない水路へやってきました。そして犯人は周囲に人がいないことを確認すると、なんとジェームス君に激しい暴行を加え始めたんです。口いっぱいに乾電池を詰められ、10キロはあろうかという鉄の棒で殴打されるジェームス君。この時点で彼はすでに息絶えていました。しかし犯人の残虐行為は止まりません。なんとこの後犯人はジェームス君の遺体を引きずり、ある場所へ運ぶんです。その場所とは線路の上。何も知らずに走り去った列車はジェームス君の遺体を無残にも引き裂きました。あろうことか犯人は自らの犯行を隠蔽するため、ジェームス君の死を列車にひかれた事故に見せかけようとしたんです。何よこれ、めちゃくちゃ胸くそ悪いじゃないの。犯人マジでどんなゲス野郎なの。隠蔽工作をね、行っているところを見るとね、ゲス野郎だなって思うんですけど、一方で突発的な可能性もね、もちろんまだあるんですよ。つまりジェームス君がね、可愛くて、可愛さのあまりやってしまったんじゃないかっていう可能性もまだね、あるんですよ。なんで可愛いと暴力につながるの。それはですね、心理学で言うとキュートアグレッションというやつですね。というわけで本日のメトラキーワード、キュートアグレッションについて。キュートアグレッションは可愛いものを見た時に生じる攻撃衝動のこと。人は可愛いという感情を抱くと脳内でドーパミンが分泌されます。そしてドーパミンは興奮を司っているため、脳が混乱して攻撃衝動につながることがあるんです。2015年にイェール大学でも成犬の画像と子犬の画像を見比べた際の感情の変化を測る実験が行われているんです。被験者は干渉剤、いわゆるプチュプチュを手に握った状態で画像を見せられ、感情に合わせて握りつぶすように指示されていたんです。結果、成犬
より子犬の画像を見た時の方がプチプチを握りつぶす人が多かったんです。これ赤ちゃん見た時になんかギューって抱きしめたくなっちゃうやつってことでしょこれ。その感覚が2人とも行き過ぎてたってこと？まあ確かに意味わかんないですよね。やっぱ我々には理解できない、ところで、そもそもこの2人の犯人っていうのはかなり不安定な性質、性格だったんじゃないかとも言われているんです。犯罪者の資質。ジェームス君を殺した犯人はジョン・ベナブレスとロバート・トンプソンの2人。彼らはそれぞれ幼少期の家庭環境に問題を抱えていました。ロバートの父親はアルコール依存症で、母親や幼いロバートに暴行を繰り返していたというんです。さらにロバートは7人兄弟の末っ子で、兄たちからも暴行を受けていました。こうした地獄のような家庭環境から、まだ10歳にもならない頃に薬を使った自殺未遂を図ったことも。一方のジョンは母子家庭で育ち、母親は障害者の兄弟につきっきりだったため、あまり関心を向けてもらえなかったというんです。ロバートと比べるとまだ恵まれた境遇にも思えるんですが、攻撃的だったのはむしろジョンの方でした。地元でも血気盛んで知られており、殴り合いの喧嘩をすることは日常茶飯事。何より犯行時にジェームス君を列車に引かせようと提案したのもジョンの方だったんです。このように複雑な家庭環境で育った2人は、それぞれいつ犯罪を犯してもおかしくないような精神の不安定さを持ち合わせていたんです。ジェームス君を事故死に見せかけようとしていたジョンとロバートは、その後警察からも逃げ切れると思っていたのかもしれません。しかし事態は彼らの思惑通りには進みませんでした。何よりショッピングセンターの監視カメラが犯人の姿を捉えていたのと、ジェームス君を連れた2人の姿を目撃した人が40人近くもいたため、警察は犯人がジョンとロバートだという真実にすぐにたどり着きました。そして目撃者と監視カメラ以外にも動かぬ証拠を抑えるんです。ジェームス君は暴行を加えられた際、顔に青いペンキを塗られており、ジョンとロバートの衣服にもそのペンキが付着していたんです。そして彼らの靴にはジェームス君の血痕が。犯行を隠蔽しようとしたにしては少し爪が甘すぎるようにも思えるんです。やはり彼らがジェームス君を殺したのは突発的な行動だったのでしょうか。違うんです。そもそもジョンとロバートに殺人の隠蔽工作などできるはずがないんです。2人はなんと10歳の少年だったから。10歳？ジョンとロバートってまだそんな子供だったの？ね、実際ね、10歳の子供たちがね、幼い子供を連れてたところで、普通にね、あり得る光景ではあるんじゃないかな。仲良さそうに見える。誘拐だとはね、思わないですよね。そしてこの後ね、ジョンとロバートは裁判にかけられることになるんですが、この後2人を待ち受けていたのは実刑よりも重い現実だったんです。非難の嵐。事件の報道に際し、ジョンとロバートは少年であることから、当初は名前をチャイルド A、チャイルド B と発表されました。しかし、この報道は世間の反感を呼ぶことになるんです。まだ子供だって、あんな残虐な犯行を犯した人間に守られる権利などないだろう。ジョンとロバートが身元を伏せることをイギリス国民たちは許さなかったんです。結局、国民からの反響に政府は2人をかばいきれず、ジョンとロバートは顔写真と経歴、本名を公開されることに。まだあどけなさの残る2人の写真が公開されると、世間はさらに恐怖におののきます。こんな年派もいかない子供が赤ん坊をなぶり殺したなんて。マスコミも世間の勢いに押されるかのように加熱し、裁判の様子を写真付きで報道。こうしてまだ10歳の2人の悪名は瞬く間にイギリス中の注目の的となっていくんです。またジョンとロバートの逮捕を受け、イギリス国内ではもう一つ大きく変化したことがあるんです。事件を境に公共の場の監視カメラの設置台数が急激に増やされていったんです。監視カメラが2人の逮捕の大きな手がかりとなったためでした。もう二度とあんな事件を起こしてはならない。そうしたイギリス国民の願いが監視カメラの台数増加という現象につながっていったんです。監視カメラってさ、あんまさ、世間に多すぎるとさ、めちゃくちゃ監視されてる気がして嫌な気持ちになるけど、それをみんな賛成するぐらいこの事件の影響って大きかったってことでしょ、これ。そうっすよね。世の中的にね、ショックなことがあると、ショックなことを防ぐ方向に行くっていうのは国民心理としてはね。そうね。世間の反応もそうなんですが、何よりも気になるのはジョンとロバートにどんな判決が下されたか。裁判の結果、2人に下された判決は懲役8年。この8年という刑期は罪の重さによるものではないんです。顔写真が公開されたことで集まった非難の声に、2人はしばらく世間から隔離されなければならないと判断されたんです。しかし連日の報道に勢いづいた国民はこの判決も許しはしませんでした。なんと政府に宛ててジョンとロバートに終身刑を求める署名が30万件も集まるんです。署名の影響を受けて2人の刑期は一時15年に延長されることになりました。ただし司法も彼らを見捨てはしません。なぜ成人と同じように裁かれなければならないのかを自分で理解できるほどこの2人は成長していない。ジョンとロバート
バートの弁護人がそう主張し、最終的に2人の刑期は8年に落ち着くんです。殺人を犯したとはいえ、ジョンとロバートはまだ10歳の少年。司法は罰を与えるより2人を守る方向へと動いていったんです。2人が10歳ってこと考えると妥当な判決なのかなとは思えばね。成人と同じように裁かれること自体が異例なんですけど、2人はね、ついに出所の日を迎えるんです。そしてそこで2人を待っていたのは、ある意味刑務所に入るよりも大きな波乱だったんです。2001年、刑期を迎えたジョンとロバートはとうとう出所の日を迎える。しかしイギリスにはもはや実名を公開されたら彼らが無事に過ごせる場所は残っていなかった。赤ん坊を殺した2人が釈放されるって、そんなことをしたらまた犯罪を犯すに決まってるだろう。いいから終身刑にしろ。ジョンとロバートの釈放を聞きつけた国民が全国的な抗議運動を巻き起こした。このまま2人を釈放してしまえば国民よりも彼ら自身の身が危うい。そう危惧した政府はジョンとロバートに対し異例の判断を下す。その一つは彼らの故郷リバプールへの立ち入りを一生禁じること。そしてもう一つはジョンとロバートにこれまでとは違う全く新しい身分を与えることだった。ジョンとロバートのそれまでの身分は法的に完全に抹消され、別人としての名前と住居、パスポート、出生証明が用意されたのだ。その後2人はね、全くの別人として出所することになるんです。そして出所後の2人の動向にも少し意外なところがあったんです。新たな人生。父や兄弟から暴行を受けるという地獄のような幼少期を過ごしたロバート・トンプソン。彼は出所後、違法薬物の使用や万引きなど一時は犯罪行為を繰り返します。しかし2006年6月に結婚して以降は落ち着いた生活を送るようになり、現在はホワイトカラーの職場で真面目に働いているそうなんです。ロバートは自身に足りなかった家族の愛情を手に入れ、真っ当な道を歩めるようになったんです。ロバートはね、ちゃんと構成できてよかったわね。結婚がきっかけできっとね、いい奥さんに巡り会えたってことよね。そうですね、本当に良かったんですけど、しかしね、荒くれ者のジョンの方はそうはいかなかったんです。母子家庭で育ち、障害者の兄弟がいたことから親に関心を向けてもらえなかったジョン・ベナブレス。そんな彼の反抗癖は出所後も治ることはありませんでした。児童ポルノ規制法違反をはじめとする容疑で2010年、17年とジョンはその後2度も逮捕されるんです。逮捕後も改善されない素行の悪さから2020年に予定されていた仮釈放も却下されています。政府が全力でジョンを守ろうとしたことを思うと、どこかやりきれない思いにさせられます。幼い頃に形成された人格というのは簡単には変えられないものなんでしょうか。しかしロバートのように考えを改める人も確かにいるんです。苦しい状況に置かれた時、周囲がいかに気にかけてあげられるか。環境が人を変えるのなら、その環境を作っていくことも大事だと僕はこの事件を通して痛感しました。